こんにちは。スピリチュアルで夢、実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は3月12日に起こるアスペクトについての解説です。その前にチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。それから、動画のね、感想とか、こんな動画上げてほしいとかね、リクエストなどありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。こういうのに記事で、文字で読みたいという方のために、ブログでも説明しておりますし、1週間にね、1度ぐらいの割合で、インスタライブで開運ライブっていうのも毎週金曜日の朝に行っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあ、それではですね、何が起こるかと言いますと、3月の12日に太陽と土星がくっつきます。土星は今、魚座にいるので、太陽がその魚座の土星の上を、通過していく瞬間が12日にあります。そしてなんと同じ日に水星と金星のコンジャンクションもあるんです。ということは、やはり、全部ですね、太陽、土星、水星、金星っていうのは、個人のパーソナルなライフにすごく影響を与えてくる天体です。それらがくっつく時っていうのは、お互いのエネルギーがぶつかり合う、あるいは融合し合う、いい方向にも悪い方向にも出る可能性があるんですけれども、こういう日があるということを前もって知っていて、何かそれをいい方向に、利用して、悪い方向に行かないように回避する、こういうことができるのが先生術のいいところ。先生術っていうのはとにかく次に起こりそうなことがある程度予告できる。それはこの天体がこういうふうに位置し合うときにはこういうことが起こりがちという過去のデータから見てもね、ということで予測できるわけですから、こんな便利なツールは使わないのがもったいないと思って私は20年間ですね、毎日本当に雨の日も風の日も、熱が出ていた日ですら、毎日の星読みっていうのをずっと欠かさずですね、やってきて人生がだいぶ好転しておりますので、皆さんもご利用いただけるといいのではないかと思います。さてですね、この日、太陽と土星が魚座でくっつきます。コンジャンクションします。で、その数時間前にはすでに逆行している金星と逆行開始目前の水星、3月の15日から水星も逆行しますからね、がお羊座でコンジャンクションするということが起こるわけです。で、もう少し詳しく、言うとですね、ちょっとチャートもせっかくなのでお見せしましょうか。私はいつも言ってるように、小惑星を読むことが風の時代はとても大事。なぜならば、小惑星が一番早くエネルギーを変えていくんですけど、もう風の時代っていうのは、1ヶ月のね、うちにね、何回もエネルギーが変わりますので、やっぱりそこを読んでいくことが大事だと思ってるんですが、ここで見ていただくと分かるようにですね、この日、太陽と土星は蟹座の火星とパンドラの、ここですね、とはトラインをしています。それから魚座の海王星ドラゴンヘッドとも、かなりですね、この辺ぐちゃぐちゃっと近いわけですね。で、牡牛座の天王星とはセクスタイルをとっていて、水亀座の冥王星とはセミスクエアをとってます。それから一方、お羊座の金星水星コンビは、牡牛座の天王星とはセミスクエアです。また、水星とセットになっている天秤座エコーという小惑星とはオポジションです。ということが起こっています。ということで解説していきますと、まず、この日の配置、今言ったアスペクトを全部足して割ったところに出てくるまとめのようなエネルギーは、自分自身の自己の確率ですね。セルフアシュランスみたいなことですね。それから理想と現実のバランスを取ること。それから思考、マインドとフィーリング、感情の交差というテーマが浮き彫りになってくる時です。で、太陽と土星が魚座でくっつくと、まず太陽は自分自身。土星は制限とか責任とか成熟という意味を持ちます。このコンジャンクションは現実的な試練を通して自分を確立するタイミングということを示しています。で、特に魚座の影響下ですから、理想と現実のギャップに直面するということも予測されますね。でもそれによって精神的な成長や責任を引き受けるというコミットメント、覚悟というものが問われる。だからそこで Yes, I do とかコミットしますって言うか言わないか。そういう、選択が迫られるようなことが起こりそうということになります。
それから蟹座の火星とパンドラとこうトラインしてるっていうのは、この蟹座の火星とパンドラが、ずっとこの火星とパンドラがセットに動いていて、火星とパンドラっていうのは、対でエネルギーを発揮するということについては、他の動画で今までずっと説明しておりまして、だから2025年チャンスよという話をしてますんで、詳しくはそちらも見ていただきたいんですけど、やっぱり今回もこうくっついてるわけですね。これとトライにしているわけです。この土星と太陽が。ということは、感情がすごく活性化して、過去の経験とか、感情的な衝動、パンドラは衝動も意味します。それが新たな行動のきっかけになっていく、こう感情をきっかけな行動というものが、強くなってくる。情熱が湧き上がったり、そのポジティブな感情をエネルギーに変えて行動することができれば、これはいい方向に動く。ネガティブな感情に引っ張られて、もう諦めてしまうとか、逃げてしまうとか、そういう行動に出ると、後で後悔することになる。こういう感じだと思います。そして魚座の海王星やドラゴンヘッドと近いということは、運命的な気づきとかスピリチュアルな洞察が生まれやすい配置ですね。ふとした直感とか長期的な運命の流れというものに、海王星とドラゴンヘッドは関係してますので、それをこう決定づけるような今のね、選択が将来の運命的な流れに決定するような出来事も起こりがち。牡牛座の天王星とセクスタイルということは、新しい可能性が現実的な形を取り始めるタイミングです。突然のこうチャンス、それをこうパッとつかむ。これが今後の道を切り開いていく鍵になっていきます。水亀座の冥王星とセミスクエアをしているということは、潜在的な変革が水面下で起こっている。でこれは魚座の新月図の流れでいうと、飛行機が雲の中を飛んでいるというね、動画を上げましたので、見えてないけれども、ちゃんと成長してるのに焦ってやめちゃったり、焦って諦めたらもったいないよというテーマがあったと思うんですけれども、潜在的な変革は起こってるんです。だから今、大きな何か決断を下すよりも、流れを見極めていくことが大事です。そして、お羊座の金星と水星のコンジャンクションですが、この逆行中の金星、逆行直前の水星というエネルギーも、加味に入れますと、加味しますと、金星、水星。金星っていうのは愛、社交。あなたの大好きなものや価値観。水星は学びや仕事やコミュニケーション。金星にもコミュニケーションという意味があります。これらの影響を受けるということは、過去の関係とか過去の価値観の見直しがテーマになってきます。私は脳科学を駆使した願望実現メソッド、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座というのを提供してるんですけれども、価値観っていうのは100個ある。で、100個のリストを皆さんにお渡しして点数をつけてもらって、トップの3つをまず手に入れるということをやっていくと人生はスムーズにいくよという、こういう教えなんですけれども、ただこの価値観っていうのは定期的に見直さないと、しょっちゅうは変わらないですけれども、1年に1回ぐらいは見直した方がいい。大体3年ぐらいは変わらないものなんですけれどもね。なので、そういう自分の過去から来てる価値観の見直しというものが、このタイミングでするといいことです。お牛座の天王星とセミスクエアということは、突然の価値観の変化っていうのはありえます。予想外の出来事も起こりやすい。特に水星と金星の領域なので、愛、恋愛、お金に関すること、コミュニケーション、学びなどにおいて、いいか悪いか分かんないけど、サプライズ事件が起こりやすい時です。天秤座のエコー、これはとても大事な天体でして、エコーっていうのは本当に心の声なんですね。そして、パンドラと火星がセットのように、水星とエコーというのはセットなんです。水星っていうのは分かりやすいコミュニケーション、言葉にするコミュニケーション、エコーは言葉にしないけれども、起こるコミュニケーションなんです。この天秤座のエコーとこの水星たちがオポジションになっているので、過去の言葉とか、過去にやったコミュニケーションとか、未解決の、対話に対して自己反省を促すと、これでも自己否定にならないな、私が悪かったのねっていうのはやっぱりいい方向には進まないので、積極的な自己反省、今度同じようなことがきっと来るんだな、あの時ああ言わなければよかったと後悔してるな、だから、あの時の私はでもしょうがなかった。もう受け入れましょう。ね、過去は反省するんだけど受け入れる。あの時はもうしょうがなかったのも本当に。でも次はっていう、こういう過去の言葉、過去のコミュニケーション、過去にやって反省していることをですね、心の内側にある心の傷みたいなものをもう一度やり直す機会がでも出るわけです。だから、できるんです。
金星というものもあって、例えば恋愛っていうところでも起こるので、ああ、彼にあんなこと言わなければよかったなと思っていたら、例えば元彼がもう一度現れる、会うきっかけがあるかもしれない。で、その時に同じようなことではなくって、成長した自分で、あの時の私はっていうのを話してみると、ひょっとしたら復縁できるかもしれないみたいな、分かりやすいシチュエーションですね、があるので、宇宙がそこではチャンスをくれると受け取っていいんじゃないかと思います。で、この日に起こりそうなことをまとめると、過去の人間関係や未解決の問題が再浮上する。突然の気づき、突然のチャンスがやってきて、それが今後の進路に影響を与える。現実と理想のギャップに気づいて、方向転換を余儀なくされる人もいるかもしれない。責任や義務を強く感じる場面が増えるけれども、乗り越えることで成長できる。感情が激しく揺れ動きやすいが、自己否定ではなく、ポジティブな行動に変えていくということになります。なので、この日に意識してほしいのは逃げずに向き合うこと、衝動的な行動は避けること、自分の直感は大切にすることと、過去の清算を自分なりにする。人を絡めないでいいですから、自分なりにね、する。この方が感覚的にはいいと思います。さあ、そこでですね、やってほしい開運行動があります。これ本当に3月12日にやってほしいです。この日は過去の整理、直感を生かす、慎重に準備することが運気アップの鍵ということでですね、まず、まず1つ目、過去の生産断捨離をするためには、とにかく物を捨てるです。家の中を見て使っていないもの、なんか執着しているものです。本なのか、何か昔の何なのか、もう着れない服なのか、とにかくそれを見直す。そして自分の過去になんか記録した手紙とかメッセージがあるならば、それを見直すことによって自分の中で未解決の感情を自分の中だけでいいです。人を絡めなくていいですから、自分の中で整理をする。そしてできれば過去の人間関係もすごい腹が立つものもあるかもしれないんですけれども、とにかく成長させてくれた人間関係すべてに感謝をして心の中で区切りをつける。この日にするとパッといけます。で、もう一つ、これがとにかくやってほしいんですけれども、魚座のエネルギーを生かすことがこの日はとてもやりやすいし大切です。なので、水がいいんですね。水で心を整えるのが吉です。もし海や川など近くにあるならば、自然の水辺に行って、ちょっと日本だと今寒いかもしれないから、浸からなくてもいいんですけど、少し水のエネルギーで自分を浄化する。あるいはお風呂に自分の大好きなアロマとかをね、入れて、よいしょ、入れてゆっくりと浸かるっていう。このお風呂の中で自分の自己生産をする。水を絡めて、シャワーでもいいです。もしお風呂がなければ。とにかく水というのがとてもいい開運行動になるので、やってみてください。それから過去の自分の発したネガティブな言葉が返ってくるというエネルギーがあるので、それを上書きするように、ありがとう、ごめんね、感謝してるっていう、こういうポジティブな言葉を積極的に一日中使うようにしてみましょう。家族でも何でもいいです。SNS でもいいです。とにかく感謝とか、ごめんなさいとか、そういう言葉ですね。それからこの日はとにかく噂話とか、軽率な発言は避けるです。また繰り返して、あなたの一言で何か大事なものを失ってしまう可能性がありますから、3月12日。特に周辺です。周辺ね。もう12日だけじゃないでしょ。十分近いんで。気をつけるということです。それからあとは魚座のコンジャンクションというのは魂の声を聞く、そして現実とのバランスを取るのに最適な日です。それからお羊座のコンジャンクションというのは始まりです。なので朝にマインドフルネスの時間を持つ。さっき言ったお風呂をいつも夜に入る人もこの日は朝にお風呂を入るとか朝に散歩をするとか、だいたいみんなほら家帰って疲れて寝る前にちょっと自分の時間をとってマインドフルネス5分瞑想しようとかいう人が多いと思うんですけど、そうじゃなくて朝にする。これが開運行動です。なので、朝一番できればお風呂に入る、シャワーに浸かりながら、シャワーを浴びながら、あるいはそれが無理でも、少し1、2分マインドフルネスの時間を朝にです。持ってみてください。水のエネルギーを整えるのにアクアマリンとかオパール、ピンクオパールでもいいんですけど、持ってる人はすごくいいので、ラッキーアイテムとしてはこういうクリスタルですね、あるとちょっと握ってみるのがいいかと思います。ラッキーカラーはこの日やっぱりブルー、水の色という感じかなと思います。過去の生産断捨離をすると運気アップです。直感を信じて、皆さん
大きな決断は焦らずに慎重にしつつもチャンスをつかむ。水を使ったリフレッシュ、瞑想で、朝の瞑想でエネルギーを整える。心の声を聞くです。この開運行動をぜひこの日にやってみてください。素敵な一日を。